おはようございます。無事配信スタートしてるのかな。朝バッハの時間がやってきました。連続3日、ただいま達成中。今朝はですね、なるべく短い時間でちょっとこちらの曲を取り上げてみたいと思います。パルティータ。1番のね、最初の曲はプレリュードですね。プレリューディウムと書いてあるかな。ただな、この曲はね、装飾音の大問題があると思います。この音に出すのはね、とても勇気のいること。すぐに解説に入ります。緊張してなんかうまく指が動かん。こんな弾き方していいのと。ね、バッハのトリラーは上からじゃないのっていう。皆さん頑張って。こうやってどうせこう弾いてると思いますけど、これはね、違うと思われます。皆様、こちらの本はお読みになってらっしゃいますか？カール・フィリップ・エマニュエル・バッハ、正しいクラビア奏法。1巻2巻あるんですけど、なかなか分厚い本で、私もう読破できておりません。もう読むのが面倒で大変な内容もね、翻訳も非常に難しいと思うんですけれど、古い本でして250年前の本かな。で、いやもう、で、どうぞね、もう著作権がどうこう言ってられない。どうぞこちらにドンお見せします。はい。このトリラーというかね、の弾き方。このパラグラフ18って書いてあるの見えますか？一時停止して読んでいただいていいと思いますよ。テンポが非常に速い時には前打音によってトリラーの効果をたやすく出すことができる場合もあると。こんな感じ。ね。こうしていいんです。速いテンポの場合、タリラリラリってね、こうぐるぐる回す必要はない。一瞬パッとね、引っ掛ける前打音みたいな弾き方を私はしたはずですが、これが、はい、もうバッハ直々のね、カール・フィリップ・エマニュエル・バッハが誰のことだか、ご存知ですかね。こちらにいらっしゃるかな、ヨハン・セバスチャンの次男ということで、父であるね、ヨハン・セバスチャンを非常に尊敬して、私なんか大したことないとか自虐的な言葉もね、書いてあって結構笑えるんですよ。重要な書物です。どうぞね、皆様お買い求めください。高いんですけどね、今も多分買えると思いますけど、とても重要な本です。なので、それを、理由というかな、なんて言うんでしたっけ、日本語出てこないや、朝バッハは頭がまだ回ってない。それを根拠として、このようにね、私は弾きます。前段音として、うまくいかない。サブドミナント難しいな。それにしてもね、あともう一個速いテンポっていうと、私がどんなテンポで弾いてるかちょっと他の人の演奏はあまり聞かないで今カメラ回し始めちゃったんだけど、これ下手すると123456788って一小節を8拍で数えちゃったりしません？これを12123これね、非常にこのなんだろう、これを入れなきゃいけないってなると、どうやったってこう拍感が四分音符で拍感を取るようになってしまうんですけど、やっぱりプレリュード4分の4拍子なんですね。1と1と2と3と4、1と2と3と4と1と
緊張してうまく弾けないというわけで、装飾音に関することと、何ですか、テンポに関すること一つお伝えしたく、思いました。あとは和声解析は今日はやらないで。ごめんなさい。やっぱり最後もう一個だけ勉強したいな今日は。ちょっとね、ネチバッハを弾いてるように、もっとインテンポとかっきり弾きなさいなんて私は母に怒られたことがあるけど、母は昭和の昭和の戦後の音楽教育を受けたそういう古い人でございましてね、バッハはかっちり弾くとか頭の固いことをおっしゃってたけどね、バッハはカンタービレで歌うんですね。もうね、バッハこういうタイのついた音符というのがなんと美しく響くか。この不協和音を感じて、ファーが伸びてる先でソがぶつかる。この歌心というものがバッハのカンタービレであるということは、こちらの本にも書いてあります。タイ音符っていうのは非常に大事な音楽の表現であるっていう言葉がねあります。どのページかは今日は開きませんがあるんですよ。まあ11ページなのかな、言っちゃってるです。タイの音符、それを伸ばした先でぶつかるこの7度を感じて2レミでなくなる。こんなもんかな。どれこれはどうしようかな。そしておしまい。こういうめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。この高いドの音がレとぶつかる。シの音がドとぶつかる。こんなもんかな。おっというわけで見えてるのかな。はいねえ、聞こえますよね。この2度ね、ラーとラが伸びた先でぶつかる。だからそうですね、私も以前書いてるようにこういうのは親指をしっかりね、1の指をドン使って、でよいしょ2、1、あとは最後はレガート弦吹いていいのかな。
えっと一応こうさてこっち側、せっかくだから楽譜が見えるように映したいと思います。見えてんのかな、これでいいか。見えてるかな、見えてますね。はいはいはい。というわけでこの「ラ」はすごく確かにラシって超7度のようにぶつかるの。ただこの高い音も一応こんなもんかな、一応言語度っぽくぶつかってるかな。これはぶつからない。でもこのシは属七として一応ぶつかるのかな。いや難しいな。こんなもんかな。ごめんなさい。緊張すると人ってはいというわけで、朝バッハはあんまり喋ってやるつもりはないんですが、今日は土曜日スペシャルということで、ね、この情報はね、いつかお伝えしなきゃいけないと思って、今日は思い立ったとか吉日やらせていただいてます。多少ねちょっと大げさになっているかもしれませんが、それは私もこの録画を聞き直してみて、やりすぎだったら適当に。でもね絶対歌いたいんです。弾きにくいな。これは長くぶつかるな。あれはミとぶつかってこっちのここら辺全部ぶつかる。見えてるかな。このね、上からぐるぐる、最後に大事なこと言うの忘れた。このバッハのトリラはすべて上からシラシラとかレドレドってすべてそうだっていう意見は間違っているとパウル・バドゥラスコダ先生が論文を書いていらっしゃることを概要欄にお知らせいたします。強い口調で言おう。もうね、100年前のなんとかランドフスカっていうね、その論文どうぞ読んでみてください。バッハコンクール日本で流行ってますよね。すべて上からでなければいけませんという公表を書かれる先生いらっしゃいます。でもね、もうそれは100年前のランドフスカ先生の誤解だそうです。ドリラーにはいろんな種類があります。4つの種類があるってさっき見てたけど、ここに書いてある。この難解な本を読んで混乱しましょう。またこれ一冊じゃ足りないそうです。
装飾音を徹底的にね。でもいやいやいや、そこで人生私全て捧げるつもりはありませんが、全て上からっていうのはあまりに乱暴な意見で、これなんかスラがかかってるし、メシラシラシシ、もうね、無理に上から弾かなくていいんです。ケースバイケース。はい、そういった今日はね、偉そうにしゃべる朝バッハとなってしまい大変恐縮でございます。あ、そっか。で、最後にね、このシートと2度でぶつかるっていう、こういうのを最後に楽しんでおきたいな。ね、ここもね、私はペダルなしでね、結構和音連続で弾くのきついですけど、まあなるべく長く伸ばしておいて、で音の長さをきれいに揃えると、割とペダルなしバッハはね、おすすめでございます。だってバッハはね、バッハの弾いてた楽器は皆様ご存知ですか？答えられますか？もうざっと3つって言っていいと思いますね。オルガン、チェンバロ、クラビコード。そして最新の研究では4つ目にこの我々の持ってるフォルテピアノですかっていうのも、バッハがね、晩年になる前、もう割とね、早い段階から、最初はね、音が汚いとか言ってね、全然良くないって言ってたけど、ゼルバーマンだったかな、一緒にね、けんけんがくがく楽器作りをね、の大家がいたんですよ。ドイツの中部。バッハの住んでいたところ、ゼルバーマンで合ってますよね。あまり詳しくないんだけど。だから、でもこのゼルバーマンにペダルがあったかどうか私はちょっと今、定かではない。それはさておき、このね、オルガンの足ペダルっていうのは鍵盤だから、我々のペダルとは違います。で、チェンバロには音を伸ばすね、我々のペダルはないです。クラビコードにももちろんありません。全部、この5本の指で奏でることができる。それをね、よーく、よーく実感して、ペダルに頼るバッハを弾かないようにというのが、ドイツ留学を得て帰ってきた私の知る情報でございます。皆様、素敵なバッハライフをお過ごしくださいませ。苦しい点多々ありましたでしょうが、今日のはもうすっかりなんか動画撮影状態だな。グッドボタン、チャンネル登録いただけましたら、クラシック音楽のさまざまな情報、勉強の仕方、和声解析をね、いっぱい、放映しております。通知設定を常にオンとしていただくと、いきなり始まる練習ライブ配信など、お見逃しなくご覧いただけます。で、当チャンネルでは、実用和声解析と称して今日はやってないですけど、実際の演奏に活かせる和声の勉強をご提示しようとしている次第です。和声をよく分かって演奏したいという方々のピアノ勉強の参考となりましたら幸いです。レッスンを受けたいということも大歓迎です。スカイプレッスンを私は力を入れてやっていますので、メッセージ来た。おはようございます。でもね、もうね、今日は早く切っちゃいますね。ごめんなさいね。そこは動画を長いものになると思いますので、概要欄のタイムスタンプをどうぞご利用くださいませ。わかりにくいことがありましたら YouTube の巻き戻し機能を使ってどうぞ何度も繰り返し見てみてください。メンバー限定動画というのも多数揃えてますので、メンバー登録もどうぞ、お考えください。というわけで、こんな人間がバッハ先生をこちらにね、おわすかとどなたと心得るっていう昔のドラマがありましたね。20分になる前に切りますよ。というわけで、朝バッハ失礼いたします。海流来光さんだったんだ。
でもね、ちょっとすぐ始めたけど終わりにします。失礼します。